意欲的でチャレンジングで、ますますこう目が離せないなっていう気がちょっとしましたね。その映画の出来とかなんとかっていうよりもやっぱり結構これ若い人が見ると、シネマサロン映画業界ヒットの裏側。皆さんこんにちは、シネマサロンです。本日は真夜中乙女戦争について語ってまいりたいと思います。まずはネタバレなしで、いかがでしたでしょうか。なんか最近のそのなんだろう、おじさんたちがその日本にこうツケをね、いっぱいこう作っちゃったわけじゃないですか。でそれで若い人たちはそのツケをなんかすごいいきなり追わされてね、すごいこうなんつうの閉塞感のある、しかもコロナとかがあって、余計そうなんですけど、若い人たちがすごい閉塞感の中で生きている感じは多分僕らなんかよりもはるかにその若い世代が持ってると思うんですよね。多分この原作はそういう閉塞感を、テーマなのかな、テーマとして書かれたと思うんですね。だから映画もやっぱりそういうこの現代の持っている若者たちが感じている閉塞感っていうものがバックグラウンドにあって作られた映画で、それはなんか割とすごく表現されてたんじゃないかなというふうに思いました。私は映画そのものとはちょっと若干ずれるんですけど、主演の永瀬廉さんが、シネマサロンでも何度か言及しましたけど、ジャニーズの方がね、いわゆるこう、恋愛映画じゃない映画にチャレンジしてほしいっていうふうに常々思ってて、でこの作品は恋愛映画じゃないじゃないですか。だからすごくね、いや恋愛映画でもあるんだけどね、こう王道、それこそいわゆる普通のラブストーリーっていうことではないじゃないですか。だからそれがすごく意欲的でチャレンジングで、そこがね、やっぱりちょっとジャニーズさんも変わってきてて、ますますこう目が離せないなっていう気がちょっとしましたね。また言うとジャニーズ事務所に忖度とか言われるけどさ、やっぱりジャニーズの人たちはやっぱりすごい才能がある人はやっぱり非常に多いですよね。忖度って言われるのはちょっと嫌なんだけど、忖度してないですから別に僕は本当に。人数が多いっていうのもあるんですけど、やっぱりもともとさ、そのね、選ばれて入ってきてるわけよ。入るのが大変だもんね。しかもそれで日夜さ、いろんなことさせられてるってまた語弊があるな。要するに踊りやね、その歌や演技だったりバラエティーだったりいろんなその修練もさせられてるわけですよ。それは才能がなければ続けていけないし、しかもその修練した後の才能はやっぱりそれ本人が持ってるバックグラウンドも含めたその修練なんで、独自のやっぱり才能に開花していくっていう可能性は高いですからね。それはもうみんなに見せつけられてるから、それを認めざるを得ないでしょ。だって絶対だからこの作品もね、永瀬君の演技はやっぱり俺は素晴らしかったなと思う。これ以前にもう「おかえりモネ」でね、永瀬廉がいかに素晴らしい演者かっていうのは、朝の連続テレビ小説を見た人はみんな分かってるからね。だからそれが遺憾なく発揮されてるじゃないですか。かなり難しい役だと思うんですよね、これ。だからここからはね、じゃあネタバレもありで喋っていきたいと思うんですが、私は先生に絡むシーンで、先生に教授に絡むシーン、渡辺真紀子が演じてる、あそこがすごく結構冒頭で出てきて、なかなかちょっと面白くて、あそこでちょっと掴まれましたね。永瀬君本当にやっぱりいい役者さんなんだなっていうふうに思いましたね。じゃあ作品中身についてはいかがでしたか。もうなんか映画を一言で言うっていうのは良くないと思いながら、この映画は自分の中の天使と悪魔の戦いを、その自分がどう考えるかっていう映画だと思うんだよね。だからそういう意味ではその映画の出来とかなんとかっていうよりもやっぱり結構これ若い人が見ると刺さるんじゃないかと思うんだよね、すごく。やっぱり特に若い頃ってまだ形成してないものがすごい多いから、そのこれから自分がその形成していくものに対する不安とかさ、いろいろ日々こう考え方が迷うじゃない。彼もだからその天使に行ったり悪魔に行ったりしてるわけよ、日夜。でその彼の悪魔の具現化が黒服、柄本佑さんが演じてる黒服であり、彼の中の天使が
池田エライザ演じてる先輩なんだよね、これがものすごい構図的にきっちりすぎるぐらいに描かれてるのがちょっと僕は、やりすぎというか過剰なんじゃないかとは思うんだよね、思うけどやっぱりその天使と悪魔に触れていく、その鬱屈した思いを抱えてる若者っていうのはやっぱり非常に普遍的なテーマだし、それをすごく現代的な今のその日本の閉塞感の中で、しかも一瞬だけ我々と地続きな世界が映されるじゃないですか。ということでやっぱりなんだろうな、今を生きているその若い世代にはまあいろんなことを思わせ突き刺さってくるものも多い映画なんだろうなと思う。でまあいろいろ今までのその収録作品でも言及したけど、その東大のね、赤門前ですか、で首相事件を起こした彼とか、あとなんだっけ福岡から出てきて、京王線の中で暴れた若者とか、まあやっぱりその鬱屈とかその閉塞感をすごく悪い方向に出す若者も散見されるじゃないですか、でニュースでその報じられるとさ、すごいそれが目立つからものすごく鬱屈してる人は俺もちょっとやってみようかなとかね、思っちゃう人もいると思うんですよ。だからそういう人の中でもやっぱりその天使と悪魔は常に一日中そのささやき続けたりして、やっぱりその踏み出しちゃう、志願から彼岸に行っちゃう人っていうのもすごく多かったりするわけじゃん。まあ、多くはないんだよね、目立つだけ。多くはないんですよ。だから本当は普通の一般の人たちもみんなね、その天使と悪魔を抱えてんだけど、ブレーキがかかってるわけじゃないですか。そう社会規範とか道徳によってね、あとその自分の人間性とかね、だから気持ちは分かるけどそこまでは満たさないわけですよね、多くの人は、ほとんどの人は、だけど特異な事件はやっぱりそれがニュースでバーッと派手に出ちゃうから、なんか世の中みんなそんな風な雰囲気なのかなって思っちゃう人もいると思うんですけど、でも決してそんなことはないからこの映画を見ると、まあちょっと分かるわみたいな感じになる可能性は非常に高いなと思う。だからそういう意味では非常に興味深く面白く見ましたけどね、ただやっぱりちょっと物足んないかなっていうのはやっぱりその 3人のその主人公たちの関係性がちょっと図式的だったのと、僕はやっぱりチワワちゃん見た時にこの監督はもっと手数が多い方がいいと思うんだよね、ちょっとだからその映像を詰めていくのに手数がやっぱり足んないような気がするんだよね、もっとだからなんていうのかな、その監督の二宮健さんは自分の感性を信じてもうちょっと手数を入れてもよかったんじゃないかなとは思うんだよな、それはもうちょっとこう描写を繊細にした方が良かったんじゃないかな。だから逆に、だがゆえに、なんかセリフがやっぱり多いとかモノローグも多いんじゃないかって思っちゃうんですよね。まあそれもあると思うんだよね、やっぱりそれは手数の問題なんじゃないかなって気がするんだよね、なんかこういう映画だから逆になんていうのかな、もっといらないと思うような、いらないと思うような映像っていうとまだ語弊がちょっと誤解されるかもしれないんですけど、なんかもっと余韻をやっぱ生むような映像を詰めて物語展開した方が良かったんじゃないかなと思うんだよね。オープニングでね、東京タワーを下からこう煽っていくシーンあるじゃない、ああいうようなもっとちょっと違う映像をいくつか入れた方が良かった。シュワちゃんの時にはね、やっぱりそれをすごく僕はやってたっていうか、そういう風に感じる映画だったんですよね、非常にだからなんていうのかな、余計なものが多いっていうか手数が多くて、その多い手数にすごい感性を感じて、やっぱチワワちゃんにすごい可能性のある映画だなと思ったんです、ですごく僕はカンファタブルに気持ちが良くて、やっぱりあの年のすごいフェイバリットの上に置いたと、1位だったか2位だったかちょっと覚えてないけど、なんだけど残念ながらこの前作の「とんかつ DJ あげ太郎」とか「真夜中乙女戦争」にはもう一つその彼の持ってるそのなんつうのかな、ちょっと過剰とも言えるぐらいのその、手数の多い映像っていうのかな、がやっぱりなんかなくて、なんか物語だけ一生懸命語ろうとしちゃってるような気がして、だからその全体的にその物語だけがこうなんていうかな突出しすぎちゃって、その映画としての質感、空気感、世界観がその見てる人の中でなだらかに落着していかないような
印象を僕の個人的な感想なんですけど、ちょっと持ちましたね。それが逆にこの映画の持っているそのテーマをなんか直裁に突きつけすぎてるように見えてしまう要因にしてしまってるんじゃないかなというふうに、もうちょっと余白とかがあった方が、もっとおぼろげにした方が良かったと思うんだよね。はっきりしすぎてて、なんかそのテーマを言いたいがための映画になっちゃいすぎてるような気がすごい受け取ったんですよ。もっとおぼろげにして観客に一体俺今日何見たんだろうな、これ結局何が言いたいのぐらいでなんか良かったような気がするんだよね。監督はね、ファイトクラブ、ブラッド・ピット、デビッド・フィンチャーの、あとエドワード・ノートンかのファイトクラブのオマージュで、キャストの方にもファイトクラブを事前に見ておくようにっていうふうにおっしゃったらしいんですよ。わかるよ。だからでもね、それがね、なんかこう竹内さんおっしゃったように、ちょっとなんかこうそういうものにとらわれすぎてたのかなっていう気もちょっっとするんですよね。もうちょっと離れて自由にやれなかったのかなっていう。あとその原作読まれてます？これ、読んでないです。私も読んでないんですけど、やっぱちょっとだいぶ違うところが多く、ただ原作者の F さんとそれはやり取りしながら作られてるんで、原作者さんの許諾は当然得られてるんですけど、例えば私が冒頭言った教授とのやり取りのシーンも、コーヒーぶっかけるような感じじゃどうもないらしいんですよ。でそこ、あんなこと絶対教授はしない。そうだから言い争いがひょっとしたらあったのかもしれないなと思って、そこが実は一つのポイントでもあるっていうふうにおっしゃるレビューされてた方もいらっしゃったんで、直裁で端的なんだよね。そうなんだよね、全てが、それが残念なんだよね。だとしたらね、俺コーヒーぶっかけずにそこでちょっとやり取りを見たかったなっていう気はちょっとしましたね。俺はね、あれ教授は無視して出てくべきだと思う。そうか、やり取りなしで無視して出てくる、単純に落とされるだけで終わりだよね、そう、あなたの言ったのはそれつって出てくぐらいの方が今の閉塞感につながってるし、なんだろうな、言いたいことが相手に伝わらないもどかしさみたいなものが出たと思うんだよね。ただあれほら SNS でアップされてもう学園中の有名人になっちゃうっていうのがあるから、やっぱぶっかけるっていうのがだからやってるわけじゃない、それがだから、要するに表現が端的で直裁なんじゃないかなと思うんだよね。そうですね、なんかこう面白い題材なのにちょっと惜しい感じがしますよね。ちょっとなんかこうリズメというか、リズメにしようとしてんのに失敗してるっていうか、そんなに別に落着させなくていいような気がするんだよね。あとね、キャストについてなんですけど、永瀬君の演技は俺すごい素晴らしくてよかったし、他の作品でも見てみたいなってすごく思うんですけど、ちょっと引っかかったのはね、柄本佑さんなんですよね。この黒服が俺柄本さんじゃないキャストで、っていうか、年じゃない？そうもっと若い方が良かったってことじゃない？だし、俺ね、ちょっと自分の中で柄本さんってちょっと性格俳優かなっていうところがあるんですけど、結構イケメン的な捉え方をされてる風も最近あるやに聞いてるんですが、だけど俺ちょっとね、それが違和感があって、最後イケメンの方がいいってこと？例えば誰なの？それ聞かれると思って、それこそね、松坂桃李とかでもよかったんじゃないかなと思うんですけど、ただ僕はね、あれだと思う、なんとか智也、中村智也だっけ、中村智也ね、が多分合ってるんじゃないかなと思う。でね、その2人だとちょっとバランスがひょっとしたらと思ったんで、例えばね、山田裕貴とかはなかったのかな。あるでしょうね。っていうか、あれでしょ、やっぱり一つは年齢もあると思うんだよね。そうだから最後キスするところにね、ちょっとね分かる感じがしないんですよ、違和感がちょっとあって。いや結局あれだ、自己愛の、比喩なんで、やっぱりもうちょっと年齢が近い方が、原作はどうか知らないけど、映画的にはやっぱ原作がどうであろうと、もうちょっと年齢が近く見える役者さんの方が柄本佑のせいじゃなく、キャスティングの問題のような気がするんだよね。だから柄本さんの演技は悪いって言ってるわけじゃなくてね、ちょっと違うんじゃないかなと。で
なおかつねファイトクラブって言ってる以上はファイトクラブのネタバレもあるんでファイトクラブ見てない人はちょっと止めてほしいんですけど、結局エドワード・ノートンとブラピって同一人物なわけじゃないですか、だとすると山本佑さんじゃないってもうおっしゃる通りそうなんですよ。年齢もそうだし見た目ももうちょっとイケメンでの若手でよかったんじゃないかなって気はするんですよね。まあどうせだからキンプリの誰か使えばよかったよね。それはねえか。だからだとしたらだからその俺は山田裕貴君とかはありだったんじゃないかなってちょっと思うんですよね。まああるかもね。まあだからそこはね送り手がどう考えてこういうキャスティングしたのかなっていうのはあるけどね。まあほら演技がうまいから江本さんってなったら、反対する人はなかなかいないんじゃないかと思うんですけど、でも作り上がったものを見ちゃうと俺はいわゆるイケメンの方で竹内さん言うようにちょっと年齢が近い方がよかった1個2個上ぐらいのイメージが良かったんじゃないかなと思うんですよね。まあということで、まあ映画的にはちょっともう一つ物足んないところもあったんだけど、非常に興味深く面白くそのテーマ性モチーフ、まあ、キャスト陣も含めて僕は非常に興味深く面白くなりましたけどね。私冒頭言いましたけど私はジャニーズの役者さんは非常に才能ある人も多いし、だからいわゆる恋愛映画じゃないテーマを持ってこられたのは非常にチャレンジングでね、ぜひこういうものをもっとどんどんやっていってほしいなって思いました。やってるけどね。やってるけどよりねより、まあでもそのどうもねキラキラ映画もちょっと数が少なくなってきたような気もちょっとしますけど、まあ一時のブームはちょっと収まってるし、多分それコミックがなくなったのもあると思うんだけどね、全部映画化し尽くしちゃったっていうところもあると思うんだけど、だから意欲的な作品は今後も出てくるような感じ、でもキラキラ映画もたまには見たいけどね僕は。まあ、あと二宮健さんにはもうちょっと期待してるんで、頑張ってほしい。いやっていうか新作どんどん作って、見させてほしいなと。じゃあ女性目線で T さんはいかがでしたか？そうですね、なんかすごい見ようかなと思ってたのがちょっと映画と違うんですけど主題歌がこれビリー・アイリッシュで、なんか結構邦画にその外国の曲がつくとすごい違和感があったんですけど、これはなんかマッチしてました。そんなに違和感はなかった、ね、なんか予告で、その東京タワーの周りがバン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 爆発するところに曲が入ってすごいやっぱりその若い子がテーマじゃないですか、で彼女も若い子に支持されてる歌手の方ですごいそこはマッチしてて雰囲気が良かったなと思います。そうね、結構でもこれビリー・アイリッシュだとお金かかるんですかね？かかるでしょう、やっぱり少なくとも日本の歌手よりは数倍かかるし、日本の歌手だとタイアップでできるじゃないですか。そうですね、だからお金かかんないケースが多いけど、ビリー・アイリッシュは絶対払ってると思うんで、結構そこはかかったんじゃないかな。ちなみに興行収入ですが、初登場5位、208スクリーンでアベレージが39万6000円ということで、1億1000万のスタートと。先日取り上げたコーダ愛の歌と公開関数はほぼ一緒なんですが、アベレージが倍っていうことで、まあやっぱり真夜中乙女戦争の方がスタートは来てるかな。初週にやっぱり永瀬廉ファンは来るとは思うので、まあこれもだからまあ問題というかその注視したいのは2週目の数字でしょうね。そうですね、でもきっとリピーターも多いんでしょうからね。何度も見たいっていう人はね、いらっしゃるでしょうしね。これは黒服は私っていう見方もできるんですかね？だからさっきも言ったように自分の中の天使と悪魔だから、それは当然そういう解釈もあるってことですね。はい、ということで本日は真夜中乙女戦争について語ってまいりました、よろしければチャンネル登録といいねボタンいただけると嬉しいです。なかなかチャレンジングな映画でしたね。はい、どうもありがとうございました。